皆さんこんにちは。弁護士の新井です。このチャンネルでは AI とか業務効率化の情報を発信しております。弁護士向けの AI/IT サポートやホームページ制作などのご依頼は概要欄の僕のホームページからご覧ください。というわけで今日もやっていきたいと思います。今日のテーマは法律事務所で AI 活用が進まない理由5選。法律事務所で AI 活用が進まない理由5選というテーマでお話しさせていただきます。今回の話はですね、テーマからお分かりいただけるかなと思いますが、なかなか自分が所属している事務所で AI 活用が進まないんだよなと、なんでかなということを、僕のいろんな事務所を拝見してきた経験とか、あるいはいろんなところで SNS とかでも見ている経験からお話ししたいと思います。で主な、ターゲットというかお聞きいただきたい方はですね、自ら事務所経営をしている弁護士です。つまり自分が経営してイソ弁とか、事務員さんを雇っていますよという方を主に想定していますが、人によっては、パートナーで、複数のパートナーで事務所をやっているとか、あるいは、自分が雇われているんだけれども、なかなかボスが AI 活用してくれないとか、そういった方ももちろんお役に立つお話をしていきたいと思います。でまず先に結論として、事務所で AI 活用が進まない理由を5つお話しすると、1つ目がなぜ AI を導入するのか意思統一ができていない。2つ目は丸投げしている。3つ目が AI を使いこなす難しさを上司が理解していない。4つ目が必要な投資をしていない。5つ目が頼れる人がいない。この5つになります。では順に深掘りしていきたいと思います。一つ目の、なぜ AI を導入するのか意思統一ができていないという話なんですが、これはですね、経営弁護士にとってみると AI を導入する理由っていうのは、非常に明確なんですよね。めちゃくちゃ簡単に言うと、業務効率化であったりとか、競争に負けないとか、要は事務所経営に必要だから AI をやるんだよ。でも周りが使ってるのに自分の事務所だけ使わないのやばいじゃんっていうことで、めちゃくちゃ明確なんですね。ところが、じゃあ、イソ弁とか、事務員さんが、全く同じ気持ちかというと、そうではない場合がそれなりにあると思います。にもかかわらず、経営弁護士がそれを、理解していない。別にこれ悪意があるわけじゃなくて、単に自分の違う立場なので、そこまで思いが至っていないということは、それなりになるかなと思います。つまりですね、ちょっと悪い言い方をしますが、事務員さんの立場から見たときに、AI を活用する理由っていうのがどこにあるかっていう話なんですよ。でつまりめっちゃ極端なことを言うと、例えば今まで8時間でやっていた業務が6時間でできるようになりましたと。じゃあ2時間浮いた分早く帰っていいんですかっていうと、いやダメですよっていう話になると思うんですよね。じゃあ別に AI を頑張って使って覚えて仕事を効率化したとて、じゃあどんなメリットがあるんですかと。早く帰れるわけでもない。給料が上がるわけではない。なんなら人によっては今まで自分が手作業で一生懸命やってきた、覚えたスキルでやってきたことが奪われるんじゃないか、自分が必要なくなるんじゃないか、自分の価値が低くなるんじゃないかっていう恐怖心を覚えても、これ全然不思議じゃないと思うんですよ。これは法律事務所に限らずいろんなところで起こっていると思います。だから経営弁護士からすると、いや効率化のためにそれはやるやろ、なんで分からへんのっていう気持ちかもしれないけれども、イソ弁であったりとか事務員さんが同じような気持ちを何も言わずに共有できるかっていうと、それは厳しいと思います。なのでちゃんと意思統一をしないと AI 活用がなぜか進まないみたいなことになります。でこの意思統一の仕方としては、今言った経営弁護士側の立場を理解してもらうっていうのも一つですし、経営弁護士側としては効率化っていうのが一番その AI を導入する動機になるんだけれども、それをじゃあイソ弁とか、事務員さんがモチベーションが上がるようにはどういうふうにこれを表現したらいいか、つまりもっと言うとイソ弁とか事務員さんにメリットになるものは何かっていうことを探して、それを提示するっていうのは一つだと思います。でもちろんこれはですね、事務員さんイソ弁の性格とかボスとの、これまで築いてきたこの関係性とかにも大きく依存するので、これが答えっていうのはありませんが、要は自分がこれ便利やな、導入するよって思ってる、だからみんなもやるよねっていう、ここはだいぶ飛躍があるっていうことをまず理解していただくと、じゃあどうすればいいかっていうのは、経営をされている先生であればおのずと分かってくるかなと思います。で2つ目、進まない理由2つ目は丸投げしている。これもよくありがちなパターンなんですけど、例えば今日から、ジェミニを導入しました。クロードを導入しました。
だから皆さん頑張って使ってください。ぜひぜひ使ってくださいって言って丸投げしちゃうっていうことですね。でも、丸投げされた側としては、AI 慣れてない方も多いだろうし、どう使っていいのか、どこまで使っていいのか、何に使っていいのか、っていうのもわからない状態だし、そもそもすでに AI を使ってない状態でめっちゃ忙しいんですよね、皆さん。めっちゃ忙しい中で AI を使うというのが、そんな時間どこで取るのと、どこで学ぶのっていうこともあります。なので、丸投げではまあ進まないと思ってください。ちょっと言い方を変えると、ちゃんと AI を使いこなすための体制であったりとか、学習の機会、これをちゃんと与えるっていうことが、この経営弁護士として大事だと思います。で、これをちゃんとやらない事務員が悪いんだ、イソ弁が悪いんだっていうのは、なかなかちょっとマネジメントとしては、難しい面があるかなと思います。ちゃんと会社でも社外研修に出したりとか、社内の研修に外部講師を招くってことはよくあると思いますし、僕も法律事務所で、クロードの研修とかももうたくさんさせていただいているので、そういった学ぶ体制とかをちゃんと作るっていうのも大事だと思います。で、進まない理由3つ目、AI を使いこなす難しさを上司が理解していないということです。これ、理解していないパターンとしては2つあって、上司自身がめちゃくちゃ簡単にできちゃうから、何が難しいか分からへんっていう、どっちかというと天才的なパターンと、逆に自分が AI を全然使ってないから、使うのがどれだけ大変かっていうのを分かってないっていう2つパターンがあると思いますが、いずれにしてもですね、先ほど言った通り、忙しいイソ弁とか事務員さんが AI を使うというのはめちゃくちゃ大変です。そもそも AI を使うというのは、何か習ったら今日から使えるって話じゃなくて、とにかく時間が必要です。時間をかけることで習熟していって楽になるっていう、この絶対に一時的に忙しくなるっていうことは、これは避けられないので、ところが上司がそれを理解していないと、丸投げと似たような話で、任せてみたものの、使ってって言ったものの、そんな簡単に使えるもんちゃいますねということで、なかなか進まないってことが、これもよくあると思いますので、ちゃんとこれぐらいかかるよね、時間かかるよね、今は覚える時間だから多少効率悪くなっても仕方ないよね、一時的にですね。っていうのはちゃんと理解しないといけないと思います。で、それを理解しないまま、いや、どんどん使ってなんで効率化できてないのっていうふうにプレッシャーかけると、イソ弁とか事務員さんとしては相当立場が厳しいというか、目の前に仕事があるのに AI を覚えなきゃいけない。で、早く覚えろって言われている。効率化早くしろって言われているっていうと、相当しんどいと僕なら思います。で、進まない理由4つ目、必要な投資をしていない。これはですね、めちゃくちゃ分かりやすく言うと、例えば AIを無料プランでずっと使わせてるみたいな話です。そこはさすがにセキュリティの面とかいろんな面から無料でただ使わせるっていう事務所はないかもしれませんが、極端に言うとそういうことです。無料の範囲で、お金もったいないからみんな無料で頑張って使って効率化してっていうのは必要な投資をしていないということです。で、あるいは例えば低いプランでずっと使わせてるとかですね。あるいは今のそのAI のプランもそうですし、ちゃんと研修を受けさせるとか、ちゃんと講師を招いて学習の機会を設けるとか、そういった投資をしないっていうことも、この必要な投資をしていないに入ります。あとはパソコンのスペックとかですね、もうずっとちょっと動くだけでフリーズするようなパソコンとかではなかなかダメですし、ちゃんと必要な投資をする環境もそうですし、するということが大事だと思います。で、最後進まない理由5つ目は、頼れる人がいない。これはボス弁にとってもそうなんですけど、AI というのは情報もすごく日進月歩でどんどん進んでいきますし、使い方っていうのは、習ってすぐなんとかなるもんじゃないけれども、やっぱり闇雲に自分で学ぶっていうのはすごく学習効率が悪いので、ちゃんと自分の事務所の外にわからないことがあれば聞くとか、ちゃんと教えてもらえるとか、困った時にどうすればいいか聞くっていうことをちゃんと聞ける外部のサポートをしてくれる人っていうのは大事かなと思います。で、今はもちろん、これは僕も AI サポートをさせていただいていますし、あとは僕以外でも大きな会社とかが、弁護士特化っていうのはどこまであるか分かりませんけど、AI 研修とかたくさんやっているので、ちょっといろいろどこがおすすめかとか、ちょっと僕はそれはなかなか言える立場ではないですし、それはご自身の自己責任で選んでいただくしかないんですけれども、そういう自分の事務所だけでやるっていうのは相当効率も悪いし、もしかしたら重大なミスをしてしまうかもしれないので、ちゃんと頼れるところを持っておいた方がいいと思います。というわけで、何か参考になれば嬉しいです。またお聞きいただけると嬉しいです。いい一日をお過ごしください。またお会いしましょう。さよなら。